は材料3つで低糖質のふわふわスフレチーズケーキを作りました。こんにちは、卵すみれのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は材料3つで作れる低糖質のスフレチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということでたったの材料3つで作ることができます。で、低糖質なので今回甘みはラカントを使います。なんですけれども、きび砂糖だったりとか、あとはね、お好みの砂糖があればそちらで代用していただけたらと思います。ということで最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、材料はこちらです。クリームチーズ、ラカント、卵です。この3つで作っていきます。今日の卵は L サイズを使ってますが M サイズでも大丈夫です。なので、L サイズか M サイズどちらかのサイズで作るようにしてください。はい、そうしましたら今日はですね、こちらの型を使っていきます。これ12センチの型で100円ショップに売ってる型です。で、そこがこうやって抜けるタイプになってます。で、あとこの型にあらかじめクッキングシートをね、敷いていただきたいんですが、最近ね、私これ使い始めたんですけど、これ繰り返し使えるオーブンシートで、このオーブンシートシワができないので表面が綺麗になります。なのでね、これ結構おすすめです。この底に合わせて丸をくり抜いて、で、あとはこの側面につける方ですね、これを切っておきます。はい、それではね、早速作っていきたいと思います。卵をね、白身と黄身に分けます。で、この大きいボウルの方に白身を分けておきましょう。内側に白身ですね。こんな感じで分けます。白身は少し冷凍庫で冷やしておきます。次にクリームチーズを練ります。で、このクリームチーズはですね、冷蔵庫からすぐ出したものなので、ちょっとね、まだ硬くて練りづらいので、一旦電子レンジ 600W で30秒ほど加熱して柔らかくしたいと思います。はい、加熱しました。そうするとね、かなり柔らかくなってすごく練りやすくなってます。これを軽く最初練ります。で、形をね、崩すイメージですね。で、これ温めすぎちゃうとトロットロになって溶けちゃうので、加熱しすぎには注意しましょう。だいたいね、30秒やって、まだちょっと硬いなっていう時はプラス10秒ぐらい加熱してあげてください。はい、柔らかくね、このぐらい練ったらラカント1/3入れます。練り混ぜます。はい、こんな感じでね、混ざれば OK です。ここで泡立て器に持ち替えて卵黄を2つ加えます。これでよく混ぜていきます。この時に大事なのが、クリームチーズの粒々がなくなるまでしっかりと混ぜましょう。はい、で、硬さ的にこのぐらいのとろみですね。結構とろーっとした感じの生地になります。で、粒々がね、なくなってしっかりと混ざれば OK です。で、もし粒々が気になるときは一度こしてください。冷やしておいた卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを100度に予熱してください。まず高速で30秒泡立てます。はい、そうするとね、軽くチュンと角が立ちます。残りのラカント加えます。はい、で、あとはね、低速で泡立てます。今回のこのスフレチーズケーキの場合は泡立てすぎは禁物です。泡立てすぎちゃうとスフレチーズケーキの上にひびが入ってしまうので、このくらいちょっとチュンと角が立つぐらい、柔らかい角が立つぐらいで OK です。はい、そしたらチーズのね、こちらの生地と混ぜていきます。はい、まずこちらのチーズの生地の方にメレンゲを1すくい入れます。よいしょ。はい、1すくい入れて、これはね、全体的によく混ぜましょう。で、白身がなくなるまで混ぜます。だいたい10回ぐらいで混ぜるとなくなります。で、そしたらまた1すくい入れます。はい、で、今度はね、ふわっとこうやって混ぜていきます。で、もし大きい泡とかがあったらね、それもちゃんと混ぜるようにしましょう。結構ね、生地的には柔らかめですね。このぐらいトロトロっとしてます。で、最後加えます。最後白身加えます。で、これもふわっと混ぜます。で、白身のこのメレンゲの生地が見えなくなるまで、7回ぐらいかな、こうやって混ぜます。はい、最後は仕上げゴムベラでこうやって生地を全体的に
混ぜます。で底の方にチーズの生地が静まってる時があるので、そこからしっかりと混ぜましょう。全体的に生地を滑らかにします。このぐらいふわっとゆるい生地にします。はい、そうしましたらアルミホイルを用意します。でこの肩の場合ね、底抜けです。スフレチーズケーキは湯煎焼きするので、この隙間からね水が入っちゃうので、アルミホイルでしっかりと周りを覆いましょう。で水がね入らないようにしましょう。はい、こんな感じでしっかりと覆います。この中に生地を流し込みます。はい、ちょっと高めのところから流し込みます。タラタラタラーっと。はい、そうしましたらこういう竹串を使ってちょっとくるくるします。こうすることで大きい泡が潰れて、あとね表面も平らになります。はい、余熱がちょうど終わりましたね。で最後にもう一回ね大きい泡をトントンします。これで OK です。耐熱の器を用意してキッチンペーパー2枚ぐらいを置きます。1枚こうやってキッチンペーパーを挟むことで熱がゆっくりと伝わって柔らかいね仕上がりになります。でこの上に置きましょう。はい、そうしましたらぬるま湯を2センチぐらいですね入れます。はい、であとはこれをオーブンで焼いていきます。100度のオーブンで60分焼きます。その後温度を160度に上げて10分ぐらいですね、焼き色がつくまで焼きたいと思います。できました。開けます。膨らみました。はい、このままオーブンの中で30分ほどね置いておきます。はい、完成しました。こんな感じに焼き上がりました。結構膨らみましたね。はい、そしたらこちら型を取りたいと思います。はい、でこういうねちょっと高さのあるカップを用意して、このねカップの上に乗せます。スーッと肩を下に下げます。スーッと。はい、すっごい高さになりましたね。それではいきます。こんな感じでプルップルに仕上がりました。これで低糖質のスフレチーズケーキの完成です。はい、こんな感じで表面もかなりねつるっと仕上がってます。ということで完成しました。こんな感じに仕上がってます。でこれ今ね1日冷やしました。スフレケーキはね冷蔵庫で1日冷やすとしっとり濃厚な食感になります。出来たてもねすごいプルッとしてて美味しいんですけど、冷やして食べるのがね結構おすすめです。ということでいただきます。おいしい普通のスフレチーズケーキよりもかなりねチーズ感が強めですっごい濃厚で美味しいです。はい、ということですごく美味しく仕上がりました。実は今回これ成功するのに3回失敗したんですよ。スフレチーズケーキが失敗する要因としてはまず膨らまないっていうのが一つあります。で膨らまない原因としては卵白を泡立てたメレンゲとチーズの生地を混ぜた時に混ぜすぎてしまうと焼けるのは焼けるんですけどあんまり膨らまなくなってしまいます。で続きまして焼いてる時に上がね割れてしまう時があります。でこれ割れてしまう原因としてはですねいろいろあるんですけど、卵白を泡立てすぎるとこう焼いた時に上がパクってひび割れしてしまいます。柔らかくて滑らかな角がチュンと立つぐらいまで泡立てれば OK です。あとですねそれでも割れてしまうっていう時があるんですよ。私ね最近電子レンジ変えたんですけど、電子レンジ変えたら全然ね焼き時間が違くて同じ温度で焼いてるのに上が割れちゃったりしたんですよ。でこれっていうのはね本当に電子レンジの種類によってだいぶ変わってくるんですね。なので私が今回やった中でおすすめなのが最初低温でじっ
くり焼いて、で最後この上の焼き色をつけるときはですね、ちょっと様子を見ながら焼くようにしていただくのが一番いいかなと思います。で膨らんできて割れそうだなっていう時に扉を開けてちょっと冷たい空気を入れてあげると比較的割れにくくなります。で今回私は160度で15分焼いてこの焼き色にしました。160度で焼いても割れてしまうよと、そういう場合はですね、原因の一つとしては下からの熱が熱くても割れる原因になるんですよ。なのでもし天板が2つあれば天板を2枚引いて焼くか、もしくはお皿を2つ重ねて焼いてみてください。そうすると下からの熱が軽減されて割れにくくなります。材料3つでもすごくねふわっふわでしっとりで美味しいスフレチーズケーキが作れるので、ぜひ作ってみてください。で今回は低糖質バージョンで作りましたが、普通のお砂糖だったりとか、あときび砂糖とかお好みのお砂糖で代用して作っていただくこともできます。なのでお好みの砂糖で作っていただけたらなと思います。はい、ということで今日は低糖質のふわふわスフレケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。